皆さんこんにちは。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。この番組は日本語を勉強している皆さんのための番組です。優しい日本語で日本のニュースや社会について話します。今日のテーマは日本の首相、つまり日本のリーダーは靖国神社にお参りに行くかというニュースです。毎年8月15日は日本で終戦の日、つまり戦争が終わった日です。この日に日本の首相、つまり日本のリーダーが靖国神社に行くかどうかについて、日本だけではなく外国からもいろいろな意見が出ています。今日はニュースの内容と外国のリアルな声、そして日本人の本音、本当の考えについてゆっくりお話ししますね。ぜひ最後まで聞いてください。まずニュースに出てくる大切な言葉を4つ説明します。1つ目は靖国神社です。これは東京にある神社です。昔の戦争で亡くなった人たちが祀られています。つまり眠っています。2つ目は参拝です。参拝、つまり神社やお寺に行って手を合わせてお祈りすることですね。3つ目は外交です。外交は国と国が話し合いをしたり関係を作ったりすることです。4つ目は配慮です。配慮、つまり相手の気持ちや状況を考えて気を使うことですね。この4つの言葉を覚えてニュースを聞いてみましょう。それではニュースの内容です。日本の首相が靖国神社に参拝するかどうかはいつも大きなニュースになります。なぜなら靖国神社には戦争で亡くなったたくさんの人と一緒に戦争を始めたリーダーたちも祀られているからです。これまでの日本の首相たちの対応、つまり行動を見てみましょう。例えば小泉元首相は約束通り何回も参拝しました。しかし外国からの強い反対を考えて8月15日ではなく8月13日に日にちをずらしたこともありました。また安倍元首相は8年以上首相をしましたが、靖国神社に行ったのは1回だけでした。それも8月15日ではなく12月に行きました。外国との関係を悪くしないために日にちを慎重に選んだと言われています。今の高市首相にとっても8月15日に靖国神社に行くかどうかはとても難しいことです。では
このニュースを聞いて外国はどう思っているでしょうか。特に近くの国である中国や韓国からは不安や反対の声が上がっています。中国や韓国の人たちはこう言っています。靖国神社には昔の戦争で他の国に迷惑をかけたリーダーたちも祀られています。日本の首相がそこへ行って参拝すると反省していないように見えます。また、日本の同盟国、つまり仲がいい国であるアメリカからもこんな意見がありました。昔、日本の首相が靖国神社へ行ったとき、アメリカ政府はがっかりしたという強い言葉を使いました。アメリカは日本が参拝することで中国や韓国との関係が悪くなるのは困ると考えているからです。このように外国にとっては歴史や外交に関わるとても切実で重要な問題ですね。皆さんはどう思いますか？では次に日本人の意見も見てみましょう。実は日本人の中でも意見が2つに分かれています。まず首相が参拝することに賛成、つまり行った方がいいという日本人の意見です。国のために戦争で命を落とした人たちに感謝とお祈りを捧げるのは当然のことだ。他の国から言われてやめるのはおかしい。日本の首相がどこへお参りするかは日本自身が決めるべきだ。このように国を守った人への感謝と日本の自主性が大切だと考える人がいます。しかし反対に参拝しない方がいい、そう考える日本人もたくさんいます。今、日本はビジネスや経済で外国と仲良くすることがとても大切です。靖国神社に行って外交のトラブルが増えるのは心配です。戦争の悲惨さ、とっても悲しいことがあったということ、それを忘れないために外国ともしっかり話し合って平和な関係を作ることが一番大切だ。このように日本人の間でも国への感謝と外国との平和な関係の間でたくさん議論、話し合いがされています。いかがでしたか？今回のニュースは歴史や外交、そして国のリーダーとしての考え方が絡み合うとても深いテーマです。8月15日の終戦の日に日本の首相がどんな決断、決定をするのか世界中が注目しています。このポッドキャストではこれからも優しい日本語で日本のいろいろなニュースをお話しします。私は
これからも日本やいろいろな外国の国が仲良しでいられるといいなと願っています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。